マイナ保険証、スマホやカードで、病院の受付もスムーズに、保険証を持ち歩かなくても、顔をかざせば診察が受けられる。そんな、未来の医療が、すでに始まっています。確かに、すごく便利になった気がしますね。でも、なんかネットで、使えなかった、とか、見てもらえなかった、とか見かけたんですけど、本当に大丈夫なんですか？それ、実は深刻な問題なんです。こんな声が現場から出ています。顔をかざしたけど、認証できませんでした。10回失敗して、ロックされました。その日は見てもらえず、返されました。ロック？見てもらえない？それ、保険証の意味がないじゃないですか。そうなんです。発熱外来で顔認証に失敗した高齢者が、実際に診療を断られた事例も報告されています。保険証は健康の命綱。でもその保険証が使えない。それどころか、トラブルの原因になっているんです。じゃあ、マイナ保険証って危険なんですか？いえ、便利なのは間違いありません。でも、便利なものほど、使えなかった時のリスクが大きいんです。でも、なんでそんなトラブルが起きるんですか？機械の不具合とか。一部はそうかもしれませんが、多くは、制度の仕組みや手続きに原因があります。例えば、顔認証は10回失敗するとロック、その場で暗証番号を求められても、忘れていれば解除できません。高齢の親とか、絶対番号を忘れそう。さらに、電子証明書には有効期限があります。しかもそれ、自分で調べて、自分で更新しないといけないんです。期限って通知来ないんですか？通知は来ます。でも気づかずに放置されることも多い。カードの見た目は変わらないので、気づきにくいんです。確かに、期限切れ後でも3ヶ月間は医療受付が可能なんですが、現場ではその情報が徹底されておらず、トラブルになるケースもあります。なんか、ちゃんと持ってるだけじゃダメなんですね。そう。転職や引っ越しでも保険資格情報がずれていれば、システム上、無効と表示されて、見てもらえないこともあります。でも、病院側はもっとちゃんとわかってるんじゃないんですか？むしろ、現場こそ混乱しています。全国保険医団体連合会の調査では、約9割の医療機関が何らかのトラブルを経験。そんなに？逆に、トラブルは一切なかった、と答えたのは、わずか1割ちょっとです。実際にはこんな声が、名前が文字化けして読めない、機器の接続が不安定で受付が止まった、資格が、無効、と表示された。それ、患者も困るけど、病院も大変ですね。その通り、高齢者の顔認証に時間がかかり、急患対応が遅れる、スタッフが補助に入り、他の患者の対応が止まる。さらに問題なのは、一人親や難病患者に出される、医療証、などの補助制度が、マイナ保険証と紐づいていないこと。紙の証明書がなければ、10割請求されるケースもあります。じゃあ、具体的にはどんなトラブルがあるんですか？では、最新の調査と報道から、マイナ保険証の落とし穴10選をご紹介します。第10位、更新手続きが煩雑、自治体対応が追いつかない。自治体窓口では即日更新可能な場合もある一方、再発行が必要なケースでは2、3週間待ちになることもある。第9位、神の医療助成証との併用が非対応。一人親医療証や難病医療証など、マイナ保険証に反映されない制度が多く、紙を持っていないと10割請求される事例も。第8位、利用率が低く、実用性に乏しい。全国の医療機関の7割以上が、利用率 30% 未満、つまり、使われていない、実用化されていない、現状。第7位、トラブル率が極めて高い。保団連の調査では、医療機関の約9割がトラブルを経験。問題が、例外ではなく、日常になっている。第6位、システム障害や通信障害で利用不能に。通信障害や端末の不具合などにより資格確認ができず、紙の保険証がない場合は、一旦10割請求となるケースもあります。第5位、認証不要でも、現場の負担が大きい。高齢者や体調不良者に対応するには、目
死確認や個別補助が必要。現場の受付が混乱し、診療全体に影響する。第4位、機器の接続不良、文字化け、端末不具合。名前が黒丸で表示された、漢字が化けた、読み取り不能など、医療機関の端末との相性問題も多数報告。第3位、資格情報が無効扱いに。引っ越しや転職で保険の情報が遅れて更新されると、システム上で、この人は資格がない、と判断されてしまう。第2位、電子証明書の有効期限切れ。期限は5年、更新を知らせる通知は来るが、見逃しやすく、2025年度、令和7年度には、電子証明書の有効期限切れを迎える人が約2768万人に上るとされています。第1位、顔認証、暗証番号の失敗でロック。顔認証は10回失敗でロック、暗証番号も忘れていれば罪。特に高齢者や発熱外来で、10割負担に直結する例も。なんか、保険証があるのに、見てもらえないって怖いです。そう。まさにそれが今の現実なんです。マイナ保険証は、便利な仕組み。ですが、それは、正しく使えている、ことが前提。電子証明書の有効期限、転職、引っ越しでの資格情報更新、家族のカードの有効性。こうした点を、自分で確認する必要がある。でも、うちの親とか絶対分かってない気がする。だからこそ、知っておくことが最大の予防策です。自分のマイナ保険証の有効期限を確認。紙の医療証、補助証も持参。高齢の家族にも同じ情報を伝える。ちなみに、有効期限切れでも3ヶ月以内なら一部機能は使えます。ただし、診療情報共有などは制限されるので注意が必要です。じゃあ、やっぱり確認って大事なんですね。その通り、知らない、が命取りになる時代だからこそ、気をつけて。それが、マイナ保険証と付き合う上で、一番大事なことかもしれません。